Hey guys! こんにちは、ゆいです。今日はバレンタインデー。日本のバレンタインデーについて話していきたいと思います。この動画は生活でよく使う日本語をたくさん使っています。難しい言葉、単語は概要欄に単語の意味と例文を載せているので、勉強、復習の時に一緒に使ってもらえると嬉しいです。それでは、始まり。今日は、風がすごく強いので、髪がボサボサになります。髪がボサボサになります。はい。じゃあ、それでは、日本のバレンタインデーの話をしていきますね。実は、日本のバレンタインデーは、他の国と比べて少し変わっていると思います。少しユニークだと思います。まず、日本のバレンタインの基本からお話ししますね。日本ではバレンタインデーは2月14日です。2月14日です。ちょっと他の国と違うことがあります。実は日本では女性から男性にチョコレートを送る日です。女性から男性にチョコレートを送る。女性から男性にチョコレートを送ります。日本では男性から女性にプレゼントを送るという習慣はなくて、バレンタインデーは女性から男性にプレゼントを送ります。皆さんの国ではどうですか？で、チョコレートなんですけど、このチョコレートは義理チョコだったり、友チョコだったり、本命チョコという風に言ったりします。義理チョコ、友チョコ、本命チョコです。義理チョコは好きな人じゃなくても、職場の同僚やいつもお世話になっている人に渡します。感謝の気持ちを込めて義理チョコを渡します。いつもありがとうという気持ちを込めてチョコレートを渡します。これが義理チョコです。友チョコは漢字の通りなんですけど、友達の友でチョコなので、友達にあげるチョコレートです。友チョコと言います。で、最後が本命チョコです。本命チョコとは、本当に好きな人に渡すチョコレートのことです。本命チョコです。なので、本命チョコは好きな人一人だけにチョコレートを渡します。女性から男性に本命チョコを渡します。簡単に言うと、義理チョコは気を使って渡すチョコレートで、本命チョコは好きな人にあげるチョコレートのことです。日本ではなんでこのバレンタインデーが特別かというと、これはチョコレートの会社が関係しています。お菓子の会社、チョコレートを使っているお菓子の会社が関係しています。1970年代にあるチョコレートを作っている会社がバレンタインデーにチョコを送りましょうというキャンペーンを始めました。それがきっかけでバレンタインデーにチョコレートを送る習慣ができました。なので、チョコレート会社がきっかけで日本ではバレンタインデーにチョコレートを送るという習慣が始まりました。なので、言い換えると、日本のバレンタインデーは、チョコレートの会社がチョコレートを売るためにできた日とも言えます。チョコレートの会社がチョコレートを売るためにできたイベントとも言えます。次は、バレンタインデーに送るチョコレートの種類の話をしますね。義理チョコ。会社の人にあげるチョコレートとか、お世話になった人にあげる義理チョコは、
あまり高くないもので、手軽なものを渡すことが多いです。手軽なものを渡すことが多いです。例えば、日本だったら、例えば500円くらいとか、あとは、キットカット、手軽に買えるみんなが大好きなキットカットを会社の人に渡す人もいます。義理チョコはそんなに高くなくて手軽なものを渡す人が多いと思います。手軽なものを渡す人が多いと思います。そして、友チョコ。友チョコは友達同士で交換するチョコレートのことです。友チョコは年にもよるんですけど、学校とかであれば結構手作りのチョコレートを交換する人も多いです。チョコレートのクッキーとか、チョコレートのマフィンとか、あとは生チョコとかを作って、女の子同士で交換する人もいます。友チョコは女の子から女の子に渡しても OK です。女の子から女の子に渡す人も多いです。私も学校では女の子に友チョコを渡してました。前の日にチョコレートを溶かしてチョコレートのお菓子を作ってました。皆さんの国ではバレンタインデーに何を渡しますか？何を誰に渡しますか？他の国ではクラス全員の友達にバレンタインデーのお菓子を渡す国もあると思います。皆さんの国はどうですか？ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。バレンタインは2月の14日なんですけど、バレンタインデーが終わった後、1ヶ月後の3月14日には、男性から女性にお返しをします。バレンタインデーもらった人にお返しをします。その3月14日のことをホワイトデーと言います。ホワイトデーです。ホワイトデーのことについては、また別の動画で紹介できればなというふうに思います。ホワイトデーは男性から女性にプレゼントを贈ります。ホワイトデーのお返しはチョコレートじゃなくてもいいんです。クッキーとか、ぬいぐるみとか、イヤリングとか、ネックレスとか、ピアスを贈る人もいます。ホワイトデーのプレゼントは結構自由ですね。女性が欲しいものをあげることが多いです。で、ここからはちょっと今日本で問題になっていることについて話したいと思います。少し問題になっていることがあるんです。それは義理チョコです。会社であげる義理チョコ、お世話になった人にあげるチョコレートが少し日本の会社で問題になっています。日本の会社で問題になっています。会社の人数にもよるんですけど、女性は会社が例えば100人いたら100人全員にチョコレートをあげたらお金がなくなってしまうので、何人にあげるのか、どこのグループの人にあげるのか、誰にあげるのかがすごく問題なんです。すごく問題になっています。あの人はもらえたのに僕はもらえてないとか、そういう問題になったりします。少しめんどくさい問題だと思います。なので、会社でバレンタインデーにチョコレートを送るのは禁止ですというルールを設けている会社もあります。ルールを設けている会社もあります。結構ね、やっぱり贈り物は大変ですね。お金もかかるし、時間もかかるし、考えることも多いので、少し大変だと思います。皆さんの会社はどうですか？日本のバレンタインデーは流行りがあるので、昔は友達にチョコレートを送る文化はなかったんですけど、最近できた文化です。なので、今後も日本のバレンタインデーの文化は少しずつ変わっていくと思います。さっきの会社の問題とかもあるので、もしかしたら義理チョコはなくなるかもしれません。どうなるか全然予想できないですね。皆さんはどのようになると思いますか？
はい、今日はバレンタインデーについて紹介しました。他の国とは少し変わった日本特有の文化だと思います。日本オリジナルの文化だと思います。皆さんの国のバレンタインデーについてもしよければコメントで教えてください。今日も動画を見てくださってありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いいでした。バイバーイ。